ようございます。アーキースチューデンツです。今日は太陽光の発電量を推定していくという動画になっていきます。では行きます。まず、全体像がこのようなものになってて、事前にプログラムを作成した状態から説明をしていきたいと思ってます。では、概要で言うと、まずモデルをこちらの方で作成して、最後にシミュレーション、このコンポーネントを使ってシミュレーションをしていくという流れです。主にモデルの方で作っていくのが躯体ですね。躯体と太陽光パネルを乗っける屋根と周辺の建物ですね。そして屋根に乗っかっている太陽光のパネルになっていきます。普通のジオメトリーだとハニービーで使えないので、ハニービーのオブジェクトに変換するためにハニービールームフロムソリッドというコンポーネントを使用しています。ジオメトリーにつないでいただいて、こちらもですね、屋根の方も同じコンポーネントですね。で、つなぐんですけれど、2B コンストラクションセットバイクライメットと 2B ブレンドプログラムタイプスというのを設定していきます。で、必須というわけではないんですけれど、イメージがつきやすいように設定していこうかなと思ってます。建物の概要の設定という感じです。こちらコンストラクションの方だと、クライメットゾーン、この建物がどういった気温で立ってるのかという設定のようです。で、こちらは主に建築の構造なのかなと自分は理解してます。で、このプログラムの方は用途ですね。ホテルだとかスクール、学校だとか研究室だとかっていう設定ですね。で、これをプログラムとコンストラクションセットにそれぞれつないでます。で、次に、躯体の方の下の部分ですね。下部の方には窓をつけてるんですけど、実際にどんな窓かと言いますと、このような青の部分ですね。青の部分が窓となってて、この比率の方を変えていくと、すいません。ちょっと、シミュレーションの方がそのままになってました。こちらの窓の比率変更すると、このように大きさが変わるので、お好きな、比率でやってみてください。で、サブディバイディと分割するかしないかっていうのが決めれるので、今回は分割なしで、フォールスの状態でやっていこうと思います。トグルをもし繋いでない場合だと、分割されてるので、一旦トグル繋いで、フォールスの状態でやっていきます。そして、今、オブジェクトが2つあるので、こちらをくっつけるために、Honeybee の Solve Adjacency、ルーム同士をつないでいきます。この
ルーム61とルーム62が出力されているので、こちらをつないでいきます。で、こちら true でガッチャンコします。一旦、横のパネルが載ってる建物の方は設定が終わりです。で、次にやっていくのが屋根の PV です。実際にこちらの緑のものが太陽光の発電、太陽光パネルと仮定しているんですけれど、こちらもジオメトリーのままだとハニービーの中で使えないので、ハニービーシェードというものを用いて、ハニービーのシェードに変換していきます。で、まず、そうですね、地上のパネルの方も、こちら、このようになってて、このように、地上に太陽光のパネルが置かれてます。で、次に設定していくのが、フォトボラティックですね。フォトボラティックの方は、シェードをまずつないで、まずこのフォトボラティックというコンポーネントはちょっと 100% 理解しているわけではないんですけれど、このシェードに太陽光、これが太陽光パネルですよっていう役割を与えてくれるというコンポーネントなのかなと自分は考えてて、定格効率だったり、他モジュールだったり、ロスフラクションとかいろいろ設定できるみたいで、太陽光パネルの詳細な設定をこのコンポーネントができるみたいです。で、今回、定格効率だけ一旦、なんとなくで見てるんですけど、こんな感じで詳細な設定ができます。そして、ネーム入れてるんですけど、屋根の PV と地上の PV 分けるために一旦ネームで入れてます。これは特になくてもあっても全然どっちでもいいみたいです。で、次やっていくのが周りの遮蔽物ですね。周りに、建物の周りの環境を実現するために、こちら、ハニービーシェードに変換していきます。こちらもシェードですね。で、こちらのルームをハニービーのモデルにつないでいきます。で、シェードはシェードでつないでいきます。なんでこのコンポーネントを使うかと言いますと、一旦、なんでかはちょっとわかんないんですけど、ハニービーのモデルに一旦まとめるというイメージですね。そして、ハニービーのモデルとしてまとまったら、一旦モデルの可視化をしたいので、こちらの Honeybee Visualize by Type というコンポーネントを使っていきます。で、こちらは、Walls とか、ルーフですね。アパーチャーズ、窓とか、ドアとかっていうのを認識してくれて、ちょっと忘れたんですけど、この、カラー措置。ちょっと今、パッと出てこないんですけど、カラーを変えれたような気がします。
この Visualize by Type ですね。で、次やっていくのが、太陽光の発電の推定ですね。推定をやっていきます。これには 2B ジェネレーションローズを使用していきます。必要な条件として、モデルの入力と気象データの入力と、あとはトグルですね、の入力があります。一応気象データの取得方法もおさらいとしてやるんですけど、もし必要なければ飛ばしていただいて結構です。こちら True にしていただいて、適当に、これアイルランドなんですけど、アイルランドの上で左クリックでコピーして、このパネルを出して、コントロール V すると、気象データがコピーできたので、こちらを、レディバグの EPW マップとして使用しています。今回は日本の下関ですね、を使用しています。EPW ファイルの方につないでいって、こちらはレディバグダウンロードウェザーというコンポーネントですね。で、これで一旦設定が終わったので、シミュレーションの方をトグルトゥールにしていきます。結果が出たようなんですけど、トータル AC というところにパネルをつないでいただいて、23,952kWh ということで、このぐらいの PV の発電量が推定できたということですね。で、PV の発電量を今、PV3 枚でやってるんですけど、この枚数減らしてみると、ちょっと地上の PV っていうのを外してみるとどうなるのかということで、枚数が少なくなるので、発電量は減少してくれるのかなという予想ですね。実際見てみると、先ほどよりも2分の1以上ですかね。少なくなってるので、パネルの枚数でちゃんとこのコンポーネントが判断してくれてるのではないかと思います。なんでこのコンポーネントの紹介とか勉強をしたのかと言いますと、今回の動画はこれで終わりなんですけど、この Honeybee Generation Rose というコンポーネントは PV の発電量の推定をしてくれてるんですけれど、今までだと Ladybug のこれですね。こういったので、なんか推定してたじゃないですか。日射量出して、パネルの角度とかで定式化して、PV の発電量っていう定式化をして、PV の発電量を出すしかなかったんですけど、手順で言うと日射量をシミュレーションで得て、その日射量を PV の発電量の式に入れて、で、PV の発電量を出すという流れなんですけど、このコンポーネントがあれば、もう PV の発電量を推定しなくてもいいと、もう一発で出せるという優れものだなと思ったので、今回やってみようと思いました。再生可能エネルギーというと、
パで、再生可能エネルギーの研究とかもどんどん、普及していくと、すごく、パッシブデザインとアクティブデザインとかのこう融合ができていくのではないかなと、個人的に思っているので、今後、レディバグの開発がすごい楽しみですね。以上となります。ご清聴すいません、長々と。ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録とか、コメント、いいねとかよろしくお願いします。